ご視聴ありがとうございます。今回は最近買ったり試している道具をまとめて簡単に紹介をさせていただきます。一つ目、アイローダのコードレスハンダゴテソルダープロ90。ターボライターなんかに使うブタンガスをソースとして使うハンダゴテです。燃焼させることで小手先を加熱して使えます。出先で配線やるときに使いたくて導入しました。ヒートシュリンクを縮めるだけにしても最近は時代のためかライターでやるのも周りの目が気になるようになりまして、トーチとしても使えるこれを選んでいます。大きさはこんな感じ。一般的なハンダゴテと比べて少し小さいくらいですね。重量は 66g。 使い方は簡単で、保護カバーを外してレバーを開けてガスを出して着火レバーを押し上げるだけです。2、30秒ほどで使える温度まで上がります。簡単な畳めるスタンドもついていまして、小手先を浮かせた状態で置いておくことも可能です。先端は4種類が付属します。トーチみたいに使ったり、ホットカッターみたいな使い方もできます。後の付属品は小手先掃除用のスポンジとハンダがついてきます。それらがハードケースに収まってます。コンセントがなくてもどこでも使えるのが一番のメリットですが、コードレスなのもいいです。電気式のことよりも気軽に使うことができます。ちょっと一箇所だけハンダしたいって時にはこっちで済ませてしまうこともあるっすね。長時間使う、ハンダつけるところがたくさんある場合は電気ゴテ使った方が経済的でしょうし、小手先の温度具合も電気の方が良いでしょうが、さっと作業にはこのソルダープロの90悪くないと感じています。ここからはちょっとした不満点、ネガに感じるところもいくつか。一番大きく感じているのはガス残量がわからないということですね。この青い部分がガスタンク。透明にしてくれれば中身が見れるんですけど、こちらは光に透かしてみて影も見えず、どのくらい中身が残っているのかはわかりません。ガスはなんとなく雰囲気で補充していくことになります。ガスマンで連続1時間くらいは使えるみたいなので、実際そこまで困ってはおりませんが、もう一個上位のモデルなのか映していますこっちはタンクが透明になってまして、まあこれの方が買っては良さそう。おすすめはしやすいっすね。ついでガスの調整レバーが保護カバーをつけてもむき出しなのが気になります。着火レバーは保護キャップをはめるとしっかりとガードされる設計なのに、こっちのレバーは守られてないんですよね。これ押されてちょっとでも開いてしまうとガスは出ますので心配にはなります。キャップはめれば突出レバーがオフ位置に固定されるような工夫があればさらに使いやすいかと感じました。最後にもう一点、ガスの排出口っていうんですかね、小手先に熱風の出口があるんですけど、これどの向きにも組めるようになっていまして、これが真下に向くような向きで組み付けますと、スタンド使っておくときにテーブルを焦がす可能性があります。ありますというか、私は最初気づかずに焦がしました。気をつけて上排気になるよう組み付ければ良いだけですが、慣れた時ほど事故りやすいので、必ず排気が上向くような仕組みにするとか、何かしらの改善があると良いなと感じています。アイローダのソルダープロ90、フランクに使えるアイテムです。あとは耐久性が気になるところ、しばらく使って報告させていただきたいとは思っています。2つ目、スナップオンの FBF80Aフレックスベントラチェットです。馴染みのお店で為替が飛んでく前に仕入れた個体が当時の価格のまま残っていまして、お得に買うことができました。こういうのは実店舗の良さっすよね。持ち手に角度のついた風変わりなラチェットです。メーカーによってはこの形、スパークプラグラチェットなんて呼ばれていまして、確かに車のプラグを外したりに使いやすい道具となっています。3部のラチェットとしてはロングに分類される長さでしょうか。全長は280から90ミリくらい、重量が 437g。 ハンドルの曲がりで障害をかわして使えるのもメリットですが、個人的には使用感の部分を好んでいます。パキッと回したら立ててくるくる早回し、ディープとかセミディープつけておくとネジとハンドルの高さが揃うので使いやすいとも言われています。やれることはスイベルラチェットに似てはいるんですけど、使用感はだいぶ違う。形はフレックスラチェットなんですけど、普通のフレックスともまた使ってみて違う。
ハンドルが曲がってますので最初は違和感を覚えることもありましたが、ただ不思議と使いにくさまでは感じてません。常にネジ側に押し付けるような使い方になりまして、それでも首はくてっとならず、ネジから外れやすいとか倒れやすいとも感じてません。面白いラチェットだと思っています。感じているネガというのか分かりませんが、スナップオンの特徴としてソケットの差し込みがものすごく硬いです。ボールの中に組み込まれるスプリングがめっちゃ硬いので、車両の小さなサイズとかヘックスソケットをつけるともう全然抜けなくてイラッとしてしまうこともありますね。基本セミディープ以上の長さで使うか、短いウォブルを取り付けて使ってます。スナップオンのベントフレックス、珍しいこの形、用途に合いそうでしたらお試しいただきたいです。3つ目、PB のちっちゃなインサイダー8453。このサイズにもかかわらず、ビット収納を持つスタビドライバータイプのビットホルダーです。先日、車のタペット調整をしていた時に、ネジの出しろで調整するタイプだったんですけど、排気側にスペースがなくて、普通のインサイダーが使えず。他の手持ち道具はビットラチェットかビットホルダーしか持ってなかったので、ちょっとやりにくかったんです。タペット調整は緩めたり締めたりの繰り返しなので、ラチェットを使いますと切り替えレバーの操作が煩わしく、ビットホルダーとスピナーの組み合わせでは遊びが大きくなるので、これまたちょっと使いにくく、PB のこれを試してみることにしました。全長はビット含めて 83mm、 ハンドル系が太いところで 35mm、 重量が 66g。 PB のラインナップにはビット収納のないタイプもあるのですが、なぜかこっちの方が全長はわずかに短くなってます。お尻部分を引っ張ると収納が出てきます。容量は 25mm ビットが6本入ります。ビットホルダーのアップがこちら。ビットを挿してみるとガタは小さめっすね。遊びはありますが、プラスマイナスネジを回してみて許容できる範囲に感じています。使っていて特にネガな部分は感じていません。普通サイズのインサイダーと同じく良い道具だと感じています。ボルスターがついていればとふと思ったこともありましたが、そういう道具じゃないですよね。そういった用途にはビットラチェットを使えば良いだけ。この2つセットで持っておくと相性が良いと感じてます。インサイダーがビットの収納場所を兼ねますし、お互いの不得意部分をカバーし合えるので EDC としても重宝しそうだと感じています。不満としては中身のビットが選べないということを挙げます。レギュラーサイズのインサイダーと中身被ってしまうものも多く、ダブりが出てしまいました。ベラにも似た製品の展開がありまして、そっちはもう少し中身が選べるようになってます。どちらもドライバーの評価は高いメーカーなので、どちら選ぶか悩みどこっすね。中に入れるビットは自分で全部選べるサービスあったらいいのになとずっと思ってるんですけど、売り手の負担が増えてしまいますので難しいのかもしれません。PB の小さなインサイダー、まさかの事態に持っておくのも良さそうです。機会があれば手にしてみていただきたいです。さて最後ちょっと脱線しますが、先日ネプロスの新型ラチェット 390X の実物触る機会に恵まれました。正直申しますと触ってみるまであまりポジティブな印象はなかったんです。なんで 390A 出して間もなく新しいシリーズを売り始めるのかという思いや、色物的な道具っぽいなと思ってたんですけど、実物触ってみたら仕上げは変わらず丁寧ですし、持った時のバランスがめっちゃ良さげでちょっと興奮しちゃいました。黒い気持ちはなくなっちゃったっすね。実際に使ってはいないのでまだ何とも言えないのですが、使ってみたいに考えが変わっています。手に入るのは少し先、しばらく品切れが続きそうではありますが、楽しみな製品です。もし手に取られる機会ございましたら、ぜひ感想を皆様教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。